全国高体連体造専門部、そして全空連としては審判委員会でいつもお世話になっております南沢と申します。本日は比較評価について皆様にご報告させていただきます。どうぞよろしくお願いします。今回の飛沫データにつきましては、以下の3つの観点にのっとって測定をいたしました。まず1つ目です。巣面での飛沫の量が、次のような場合、どのようになるかを比較いたしました。1番目、通常皆さんがご使用になっている綿棒をした場合、どうなるか。2番目です。綿棒の口の部分にシールドをし、塞いだ場合、どのようになるか。そして、綿棒にシールドをして、実際の試合をして、選手たちに取ったアンケートをご報告させていただきます。次に2点目です。マスクをして、空手の試合でよくする気合、この気合を入れた場合の飛沫を目で見る、可視化してみるということを行ってみました。1番目、布製のマスクをして気合を入れた場合、どのように気合が飛ぶのかどうか。2番目は、不織布製、一般的な厚さのものをして気合を入れた場合はどのようになるか。3番目、同様に不織布製のものなんですが、若干薄手のものをした場合、これをして気合を入れたはどうなるかということを調べてみました。次に3番目は、審判員の皆様のために、フェイスシールド、この大きさによって飛沫の飛ぶ距離を比較してみました。1番目は、通常サイズのフェイスシールドを装着して、審判のコールをした場合についてです。2番目、通常サイズのものから上下に2センチほど長いものをして装着してコールをした場合、飛沫はどのようになるか。3番目、さらに大きく通常サイズのものに加えて上下に3センチ長いものを装着してコールをした場合、この3つを比較しました。最後にフェイスシールドを装着して実際の試合に審判をしていただいた方からアンケートをいただいたものをご報告させていただきます。今回データを取るにあたりまして、新日本空調株式会社というところにご協力いただきました。NHK に映像を提供し、剣道連盟もこの会社を使いまして、データを取っております。このような機材を使いました。実際のデータを取る図です。なってます、完全なクリーンルームの中で、真ん中に被験者がいますが、被験者向かって左側からパラレル ID という紫色の光線を出します。これに対して右側、特別なカメラを使いまして、被験者の前の飛沫を可視化し、それを録画する。さらに、被験者が出した飛沫をその下にあります補修ダクト、ここに集約し、どれだけの量が出たかというのを測る。こういう形で実験を行いました。男性につきましては3名の高校生に協力をいただいております。図では A 君、B 君、C 君となっております。1人ではなく3人することによってより良いデータが取れるということだと思いますが、この中の一番飛沫の量が多かった C 君について、巣面、通常綿棒、
綿棒プラスシールドという3つの段階でデータを取っております。同様に女性につきましては D さん、E さん、F さんという3名の方に協力いただき、同様に一番多かった F さんに対し素綿、通常綿棒、綿棒プラスシールドという形でデータを取りました。そのデータの結果がこのようになっております。皆様はこの青い5番から10番の、行をご覧になってください。先ほど申し上げたように、A 君、B 君、C 君の中で C 君の飛沫の量が一番多かったので、まず C 君に空手の試合でよく使うトウという、飛沫が前に飛ぶような気合を言ってもらいました。それからよっしゃというような気合をしてもらいました。いわゆるシャッという口が噛む、こういう気合を出して飛沫を出してもらいました。5番と6番の行をご覧になってください。トウでは461平均ですね。ヨッシャーでは308の数値が出ております。これに対して通常の綿棒をしたデータが7番と8番の行にあります。トウでは92に、ヨッシャーでは52に減っております。これパーセンテージに直しますと、トウでは約飛沫が8割カットされ、ヨッシャーでは 83% がカットされています。今皆様がご使用になっていますマスク、これが7割から8割の飛沫をカットすると言われてますから、今使っている綿棒はほぼほぼマスクと同様に飛沫をカットするということが数字で分かりました。さらに9番と10番の行をご覧になってください。ここでは綿棒に加えて口の部分にシールドをした場合どうなるか。トウでは一気に8まで減っております。ヨッシャーでは同様に5まで減っており、パーセンテージで言いますと 98% 飛沫がカットされているという、大変優れたデータを得ることができました。同様に、ピンクの13番から15番をご覧になってください。13番の F さんの、飛沫の5回の平均値、これが518になっております。C 君の5行目と6行目、461、308に加えますと、F さんの量が多いことが分かります。加えて F さんは女性としても少し小柄であり、声もどちらかというと、低い、大きくない方です。これによって我々は次のデータも得ました。性別や声の大きい小さい、体の大きい小さいとは飛沫の量は比例しない、リンクしないという貴重なデータも得ることができました。F さんも通常の綿棒では518から159に減っております。これは約7割です。そして15番、一番下をご覧になってください。綿棒にシールをした場合、同じ男性同様 98% のカットを得ております。ということは、通常の綿棒では約7割から8割の飛沫のカット、加えてシールドをつけた場合は男女ともに 98% の飛沫のカットがあるという数値的なデータを出ております。いただいております。さあ、実際に、そのデータを動画によって皆さんに見ていただきたいと思いますが、まず男性で一番飛沫の多かった C 君の糖という発生を、見ていただきたいと思います。はい、これだけ飛沫が出てますね。
1回目から5回目連続して投をしたのはですね、1回の、発生だけでは正確なデータが得られないだろうということで、投を5回連続でその平均値を取りました。平均値が461です。さあ、続いてヨッシャーの場合をご覧になってください。ヨッシャーの場合です。はい。ちょっと画面の上の方に可視化された飛沫が出ておりますが、これが平均すると308。糖に比べるとヨッシャーの方が少ないなっていうこともここでわかると思います。さあ、これに対して、通常の綿法をして、それぞれ気合を入れてもらっています。これが綿法をした場合の糖のはい。先ほどに比べますとかなり量が減ってるのはご覧になって分かりますよね。これが 80% カットされたものです。ですが可視化するとやはりまだ出てるのがよく分かると思います。続いてヨッシャーをご覧になってください。はい、ヨッシャーの場合も、これは 83% カットになっておりますが、まだ出ている感じはあると思います。さあ、これに加えて、綿法にシールドをした場合ですね、98% のデータが出ておりますが、実際の動画をご覧になってください。はい。ほんの少し出てるのが目で見てわかると思います。これが、2% なんですけども、ほとんどカットされていることが動画でご覧になってわかると思います。さあ、続いてヨッシャーをご覧になってください。はい。同様に、かなり減っているということで、綿法にシールをした場合 98% のカットというデータを得ております。さあ、続きまして女性の F さんの同様の動きを見てください。まずは素面の場合です。はい。ご覧になってお分かりのように、男性よりも確かに目で見ただけでもちょっと多いなと、この場合は分かります。5回の平均値が518ということです。ですが、これが、通常の綿法をしますと次のようになります。はい。だいぶカットされていますけども、ちょっとこれもまだ出てるなという感じはしますね。これが7割カットです。最後に、シールをした場合です。はい。ほぼほぼ出ていないんですけども、今最後の方で少し、上の方から出てるのが、動画でお分かりになったと思いますが、やはり口の部分が塞がれてますので、鼻の上の部分から上から落ちるような形で多少、出てると。これが全体の 2% になっております。さあ、続いて、これらを、していただいて、3つの大会で我々はアンケートを取りました。一つは7月24日、抗体連の強化選考会。7月24日といいますと、非常にコロナの感染数が多くなった、あの時期です。続いて8月に、兵庫県と大阪府でインターハイの代替大会がありました。この3つの大会で、240人にアンケートを取ってもらっています。240という数は、大変信頼性の高い、
分母の数と言えます。1番目、まず今の現状ですね。現状の中で組的協議を行うにあたり、飛沫の心配はありますかという質問に対し、非常に心配から少し心配まで入れますと、約4割ですね。4割の高校生がコロナに関してはやっぱり不安を抱えていると。これが現状です。続いて、今回、綿棒に加えてシールドを装着し、1試合をしたその感想を聞いております。一番上が全く問題なかった。これが1割ほど。少し息苦しかったが問題なかったと、少し曇ったが問題なかった。この黄色のデータを合わせますと、約8割の人が、今日初めてこの形を使ったのですが、問題なかったと。試合ができましたという回答を得ております。その下に約2割ほどが、ちょっと息苦しいなとか、1、2回目を外しましたというデータも得ております。1回、ここで初めて使ったということですので、データとしては、かなりいいデータだったと思っております。続いて3番目です。綿棒にシールドをして、試合以外、いわゆる試合前の練習時間ですね。実際はこちらの方が練習時間長いので、こちらの感想はどうだったかということを聞きました。通常綿棒と同様にできたが2割弱。ちょっと息苦しくなったり曇ったが問題なくできた。これを合わせますと 85% の高校生が、問題なくできたと。これも非常にいい数値を得ております。最後に、普段練習する中で綿棒プラスシールドをした場合のことをアンケートで聞いておりますが、今までと同様にできる。これが2割。今までよりこまめに外すが問題なく練習できますよという人を合わせますと 86.7% の人が、大丈夫だという回答を得ております。これが今日初めてつけた、回答ですので、これが慣れていくともっともっといいデータになるんではないかなということを、そういう感触を受けました。これがアンケートのご報告になります。さらに、高校生、選手が自分が受ける、いわゆる気持ちですね、感情だけではなく、実際に数値としてどうなっているかということで、体内の血中酸素濃度を測りますパルスオキシメーター、皆さんもご存知の通り指先に挟めて酸素濃度を測る機械で、7月24日の選考会、これの試合前とちょうど試合の1分経った中間、最後に試合後のデータを取りました。例として1番目の赤の女子のマイナス51キロ級の選手のデータをご覧になってください。試合する前の酸素濃度は 97%。それに対して試合のちょうど中間、1分経った時の値が 94%。試合が終わった後は95という数字になっております。同様のデータが、他の12名のほとんどの生徒に同様のデータを得ておりますが、若干赤い数字になっているのがありますが、我々もこれ初めて使うので、ちょっとデータを取るのに手間取った部分がありまして、その辺の誤作動かなと思っております。大会の時はドクターも来ておりまして、これらの数値は、大変適正な数値であるということも、教えていただきました。ですので、この先に取ったアンケートのデータ、それからパルスオキシメーターを取ったこの実際の数値、これについても、綿棒プラスシールドにつきましては、いいデータが得られているということをご報告させていただきます。はい。以上、綿棒プラスシールドについての、ご報告を終わりまして、続きましては、2番目、3番目の観点となります審判のためのフェイスシールド、それからマスクをした場合はどうなるのか、同様に新日本空調株式会社にご協力いただいたデータをご報告させていただきます。
先ほど同様、クリーンルームで、検査の方法は同じ形になっております。はい。まず、上の、1番から5番までの、欄をご覧になってください。これは審判のためのフェイスシールド、フェイスガードですね。これの大きさを変えたというのは実はこういういきさつがあります。高体連の先ほどご説明しました7月24日の強化選手選考会には、20年以上、愛知県の高体連の大会でドクターとして参加していただいている方から、ご助言をいただきました。審判がフェイスガード、フェイスシールドをすることは大変いいことだと。ですが、そのサイズによっては飛沫が上から漏れたり、下から漏れたりということもありますので、フェイスガードの大きさをちょっと検討してみるのはいかがでしょうかと。非常にありがたいご助言をいただきました。それによって、フェイスガード小、これ通常サイズのことです。続いてフェイスガード中、これは上下に2センチ伸ばしたもの。フェイスガードの大は、上下に3センチ伸ばしたものです。さらに加えて、1の5、フェイスガード小、通常のものにマスクを加えた場合、これどうなるのかという、こういう段階で審判のためにやりました。さらに審判の先生方は、キャリアを召されている方が非常に多いので、目からの感染もフェイスガードで防げる。こういった意味でフェイスガードで実験をしたということもご承知ください。それから発声は技ありになっております。実はこの技ありもなぜ技ありなのかということなんですけども、実際には審判員としてはやめが一番多いですね。それから技で言いますと有効が一番使う言葉では多いんです。ところがやめ、有効、それから一本、ここではクリーンルームで発生したんですけども、ほとんど飛沫が出てないんです。飛沫量が少ないんです。ですが技ありだけは、もう目で見ても非常にもう明らかに違う、そういったことが分かりました。新日本空調の方が言われるには技ありの座っていうところ、ここが非常に口が噛みますので、これによって飛沫が出る一番多いんじゃないかということを言われていました。ですので一番飛沫の多い言葉を発生してデータを取ったということが技ありになった理由です。続いてその下、マスクです。マスクは、通常の布マスク、それから不織布製の普通サイズのマスク、さらに不織布製のもので薄いもので、発生は等にしました。これもですね、先の綿法で等とよっしゃを比較した際、等の方が飛沫の出る量が多かった、そういったデータ、数値的なデータをもとに、今回はマスクの場合、等のみでデータを取りました。はい、フェイスガードのデータをご覧になってください。通常のフェイスガードは1の2にあります。フェイスガード小で技ありをした場合は、まず飛沫の漏れる量は68% です。やはりかなり漏れてます。それに対してフェイスガード中では 55%、フェイスガードの大では 40% なんですけども、フェイスガード通常のものにマスクをした場合、これは 86% カットされます。非常に優れたデータがここで得られています。単に飛沫の量、これだけを考えますと、フェイスガード小、通常のものにマスクをするもの、これが明らかにいいというデータがここではっきりと得られています。さあ、それによって飛沫の飛ぶ距離、これを比較しました。皆さんから向かって一番左側、2の1の画像をご覧になってください。これは
何もない場合です。この場合ですと、飛沫を可視化しているもやもやっとした糸のようなものがご覧になっていると思いますけども、飛沫が、一番飛ぶ位置は80センチですね。かなりの位置まで飛びます。これに対して、フェイスガード、通常のサイズをした場合は、一番最長のところが60センチ。60センチのところにちょうど、糸のみたいな山形をしたものがご覧になっていただけると思います。でさらに、フェイスガードを3センチほど上下に伸ばした台のサイズでありますと、15センチから30センチ以内のところに飛沫が落ちております。うっすらとご覧になっていただけると思いますが、ほとんど飛沫が審判員の真下のところに落ちるということが可視化でご覧になっていただけるんではないかなと思います。はい。続いてマスクをした場合です。皆さんから向かって一番左側、マスク、布製のものなんですが、上の段は男性の、審判員、下の段は女性の審判員に協力していただいております。2人とも、高体連のインターハイ、全国大会で活躍されている審判員なんですけども、布製のマスクの場合は非常に飛沫が飛んでるのが画像でご覧になって分かりますよね。もう雲の糸のように、なっております。女性の場合も、ちょっと噴水のような形で、飛び散っているのがご覧になっている分かります。これが布製のマスクの場合ですね。布製で頭部といった場合です。続いて真ん中の画像をご覧になってください。これが不織布製の、通常の厚さのマスクです。うっすらと若干出てるのがお分かりになりますが、左の画像と比べると明らかに、飛沫の量、これが可視化することができないぐらいちょっと減ってると思います。さらに一番右側です。不織布製の、薄手のものです。これも一番左側と比べると明らかに少ないのはご覧になってお分かりになると思います。それでも若干ですね、真ん中のものに比べますと少し出てるなと、のがご覧になっているお分かりになるんではないかなと。これを見ますと、左側に加えて比べて真ん中と右側、これは明らかに違うなと、飛沫の動き、可視化、これはっきり分かるなという、こういうデータになっております。はい。これで、審判員に技ありという、発声をしていただきました。動画はちょっと割愛させていただきますが、その下のデータをご覧になってください。かなりの、飛沫の量になっています。名本の時と比べて審判員の方が逆に出てるケースもあるなというのもお分かりになると思います。それに比べて、通常サイズフェイスガード小になりますと、68% カットされております。中、ちょっと画像ではお分かりにくいかもしれませんが、明らかに上下に、伸びてるのちょっと大きくなってるなっていうのがお分かりになっていると思いますが、これで、45% カットです。さらに一番大きいやつ、これ確かにもう見ただけでも大きいの分かりますよね。これで、6割カットです。数値的にもまあまあの状態ですね。さらに飛ぶ位置が、かなり手前に落ちる、選手にはほとんどかかることはないだろうということが言えます。これが、一番データ的に優れています。通常のサイズに、不織布製のマスクをした場合、これが 14% カットです。ですので、
これがもうベストの状態ではないかなと。目からの感染も防げますし、こういうことが我々としてはデータとして得られています。はい。先ほどご覧になった3つの画面をちょっと大きくしたものです。何もない場合、明らかに80センチのところまでは飛沫が飛んでおります。そして、フェイスガードの小をした場合、これが60センチのところ。先ほどのものよりもはっきり見えますよね。一番大きいやつですね。これだと、この赤い線がぐっと手前に行きますね。こういうデータがはっきり分かる。かなり手前のところに落ちるということが可視化されております。さあ、先ほどのものをもっと大きく見た場合なんですけども、布製のマスクをして糖という発生をした場合、かなりこう飛沫が抜けてて、ちょっとやっぱりすごいなっていう感じありますよね。これが不織布性の通常の厚さにした場合は、もっと見ますと少し出てるな、さっきと明らかに違うなっていうのがご覧になっていると思います。製の素手のものです。これは通常のものには少し出てちょっと多いなっていうのは分かると思いますが、一番最初に見た布に比べますともう明らかに違っていますね。同じく女性の場合です。これが布製のものですね。これもちょうど口の真ん中あたりからこう上下にこう出てるのがはっきり見えますね。布製の場合です。これが不織布製のもの通常になりますと、この場合はこうかなり見えない、少しこう下に落ちてるのが見える、うっすらと見えるぐらいですね。同じく不織布製の薄手のもの、これもほとんど変わらない感じです。少し上から下に落ちてるのが見える程度です。このようにマスクでもマスクの種類によって違うということが目で見て分かったと思いますので、この辺も十分ご注意されてご使用された方がいいかな。はい、そして、実際にフェイスシールド、フェイスガードを着用した審判員の方にデータを取りました。分母としては40名ですので、それほど多くはなかったんですが、データとしては大体いいデータが取れていると思います。まず受診をした場合ですね、見にくかったですかっていう一番の質問に対して、少し見にくかったが問題ない、問題ない、これで90% 以上の回答を得ております。この日初めて使ってしていただいたのですが、初めてでこれだけのデータが出ましたので、かなりいいデータだったのではないかなと思っております。2番目、主診副診合わせて息苦しかったですかっていう質問に関しましては、多少息苦しかったが問題ない、全く問題なかった。これも合わせてですね、ご覧になってはお分かりになるように相当いい数値ですね。3番目です。主診は、左右に首を振ったり、コールをするときに右側を見たりとかっていうことがあります。それに関しまして、フェイスガード、フェイスシールドが体に当たったりするような問題がなかったかどうかという質問です。これも、多少見にくいが問題ない 21%、問題なかった 68% ということで、9割弱の審判員が問題なかった。いわゆるその体にぶつかったり、そういったことは大丈夫でしたよという回答が得ております。4番です。4番に関しましても、不安定感はほとんどなかったというデータがあります。最後5番です。この腹診の場合ですね、腹診をされた場合もですね、約95% の方が問題なかった。
ただ、すべての欄で1、2名ですね。やはり反射して見づらいのをしているときにしてるんですが、ちょっとやりづらかったというような回答を得ております。ですので、審判というのは選手の勝敗を決める大事な仕事をされます。ですから、例えば曇り取りの、曇りがないような、フェイスシールド、それから反射率、透過率、これの優れたフェイスシールドをされることが、よりベターなのかなということも、このアンケートから、わかると思います。はい。以上をもちまして、この度の飛沫データの、ご報告をさせていただきました。ありがとうございました。